コーディネーターとは、機動戦士ガンダムシードシリーズに登場する人種の一つです。いわゆる新人類に分類される者たちで、出生前に遺伝子操作を受けることで、旧人類よりはるかに優れた知能と身体能力を獲得しています。作中では、遺伝子操作により優れた能力を持つコーディネーターの中でも、キラヤマトのようなスーパーコーディネーターをはじめとして、劇場版では、コーディネーターを超える種とされるアコードが登場するなど、様々な種類のコーディネーターが登場しています。今回は、そんなコーディネーターと、その種類について解説させていただきます。なお、本動画には、劇場版のネタバレを含みますので、苦手な方は、ここで動画を閉じていただくようお願いいたします。まず、コーディネーター最大の特徴は、旧来の人類である、ナチュラルとの能力差にあります。遺伝子操作によって、知的能力、身体能力は、ナチュラルのそれをはるかにしのぎ、肉体的にも頑丈で、病気への耐性も強く調整されています。また、物事を習得する能力も非常に高く、シード、コズミックイラ73、スターゲイザーでは、ナチュラルの3分の1の学習時間で資格試験に合格できるとされていました。こうして、コーディネーターは、自らの優れた能力を発揮し、社会競争の場で活躍を見せますが、自分たちの生活を脅かされたナチュラルには、反コーディネーター思想を持つ者も生まれていきます。同時に、コーディネーター内にも、自分たちは、ナチュラルより生物として進化した存在という考えも広まっていきました。ただ、劇場版でアコードが登場するまでは、コーディネーターは、宇宙世紀シリーズに登場するニュータイプのように、旧人類にはない新しい感覚を身につけているわけではなく、あくまで人間の範疇で能力を底上げしているに過ぎず、新人類というよりも、強化人間に近い存在となっています。また、能力を発揮するには学習が必須で、先天的に何でもできる万能生物ではありません。そんなコーディネーター誕生の発端は、コズミックイラ以前の西暦に発生した大規模な戦乱にあります。細分化した民族、宗教紛争やテロリズムによって、多くの核兵器、化学兵器が使用された結果、人々の遺伝子は汚染され、特に生殖細胞に甚大なダメージを与えました。これにより、人類の2割が健康的な次世代を残すことができなくなってしまいます。そこで、各国は遺伝子汚染された人々を救済するため、遺伝子治療技術を解禁しました。そして、遺伝子汚染された男女の遺伝子を無傷な部分同士でつなぎ合わせ、受精卵に移植する遺伝子最適化の技術が確立されます。こうして人類の遺伝子疾患の問題は解決されましたが、その裏で自らの子孫を強化しようと考えた一部の特権階級によって遺伝子操作の研究は極秘に続けられていきました。それから時が経ち、西暦も終わろうとした頃、歴史を大きく変える人物が頭角を現し始めます。それがジョージ・グレンです。ジョージは理工学分野ではノーベル賞候補になり、スポーツをやらせればオリンピックでメダルを獲得するなど、期待の天才としてその名を世界に知らしめていました。そんなジョージがコズミックイラ15年、木星の有人探査に向かう前に、世界に対して衝撃的なメッセージを発信します。その内容は、自身が遺伝子操作を受け、優れた才能を与えられた人間であること、遺伝子操作技術で新人類を生み出す方法、そして遺伝子操作によって誕生する人類が地球と広大な宇宙とをつなぐコーディネーターとなる願いを託し、木星へと旅立っていきました。しかし、その後の世界の行く末は、ジョージの望んだものとは程遠く、遺伝子操作技術は人より優秀な子供を生み出したいという人の欲望を刺激し、結果としてコーディネーターとナチュラルが対立する混沌とした世界を作るきっかけとなりました。そんなコーディネーターには、ナチュラルとの関係以外にもある問題があります。それは、遺伝子操作した通りの形質を持って生まれない子供が一定数存在するということです。原因を究明した結果、遺伝子操作を行っても誕生するまで生育させる母体が器として不安定になるので、胚に様々な影響を与えてしまうことが分かりました。そこで余計な影響を胚に与えない完璧な器として人工子宮の開発に取り掛かったのがユーレン響博士です。しかし彼も研究の中で自身の子供を完璧に調整した存在、スーパーコーディネーターとして生み出したいというエゴに取り憑かれ、いくつもの失敗例、犠牲を積み重ねていきます。こうして
あまたの犠牲の上に生まれたスーパーコーディネーター唯一の成功例が、ガンダムシードの主人公、キラヤマトです。なお、スーパーコーディネーターは、何でもできる超人かのようにも感じますが、実際は 100% 設計通りに誕生したコーディネーターを指します。それでも、通常のコーディネーターに比べれば、はるかに優れた能力を有しているのは事実で、バルトフェルドからも、君は、同胞の中でもかなり優秀と評されていました。なお、外伝作品 X アストレイでは、キラヤマトというスーパーコーディネーターを生み出す過程で作られた存在、カナード・パルスが登場しました。キラと容姿が非常に似ており、声優も、キラと同じ星宗一郎氏が務めておられます。キラの失敗作と評されていますが、能力は極めて高く、アストレイシリーズ最強レベルの実力者である、村雲ガイと互角以上の戦いを繰り広げていました。しかし、本人は、失敗作として、強い劣等感を持っており、作中では、成功例であるキラを殺すという野望を抱いています。また、キラのようなスーパーコーディネーター以外にも、その特性によって、通常のコーディネーターとは、別の存在として区分されている人々が存在します。まずハーフコーディネーターです。コーディネーターとナチュラルの間に生まれた存在で、コーディネーターの能力は、通常の半分ほど減少しています。根血を繰り返すほど、さらに能力は薄まり、ナチュラルへ回帰していくことから、コーディネーターの中ではタブー視される存在でした。しかし、コーディネーター同士で子供を作り、世代を重ねると、遺伝子情報が複雑化しすぎて、極端に出生率が下がることも確認されています。ラクスの父、シーゲル・クラインは、出生率低下を防ぐため、ナチュラル回帰論を肯定し、ハーフコーディネーターを密かに保護していたとされています。また、コズミックイラ72年を描いたガンダムシード、エクリプスでは、所属するメンバーの大半がハーフコーディネーターで構成されたアンティファクティスと呼ばれる組織が登場し、エクリプスを奪うべく戦いを繰り広げています。次に戦闘用コーディネーターです。主にアストレイシリーズに登場する存在で、戦闘に特化して遺伝子調整が行われて誕生したコーディネーターとなります。戦闘用コーディネーターはザフト誕生前から存在しており、後の地球連合となるプラントリ自国の軍部によってその開発が行われていました。端的に言うと、兵士になるための人間を生み出す研究で、後にブーステッドマンなどの生体 CPU 開発にもつながっています。初期段階では心理面での調整が不十分で、軍部からの脱走者も存在していました。そこで開発最終段階となったソキュース計画では、服従遺伝子によってナチュラルに危害を加えることができなくなることに加えて、ナチュラルのためになることを最優先に動くよう心理コントロールされています。ソキュース計画は順調に進んでいましたが、第一次連合プラント大戦が始まり、連合の敵がコーディネーターとなったため計画は中止。連合は遺伝子操作を行わずにコーディネーターに匹敵できる兵士として、新たにブーステッドマンやエクステンデッドの開発に着手していくことになります。アストレイの作中では、戦闘用コーディネーターとして、まず傭兵部隊サーペントテールを率いるミラクモガイが登場します。名実ともにシードシリーズ最強格のキャラで、単純な実力ではキラに劣りますが、シード、アストレイの著者である千葉智博氏曰く、腕前では負けていても必ず勝てる状況に持ち込んで戦うとされています。ソキウスが開発される前に生み出された初期の戦闘用コーディネーターで、心理コントロールが不完全だったことから研究所を脱出しています。ちなみに、常にサングラスをかけているのは、網膜に刻まれた戦闘用コーディネーターの管理コードを隠すためとされています。次にグードベイヤーです。ソキウスシリーズのモデルとなった人物であるため、ソキウスと容姿が瓜二つとなっています。なお、ベイヤーは凶暴な一面を持つ二重人格者として知られますが、これはベイヤーに施された服従遺伝子が不完全だった結果発生したものです。また、心理コントロールが不完全だったため、ナチュラルに危害を加えることが可能で、ザフト軍の赤服として活躍していた時期もありました。次にエルザ・バイスです。デスティニー、アストレイ、D に登場したキャラで、ダンテゴルディジャーニによって生み出されました。ガイのような戦闘用としてではなく、モビルスーツ登場を前提として設計されたため、モビルスーツ戦に関して言えば、他の戦闘用コーディネーターをしのぐ能力を発揮します。また、戦うことを自分の存在意義と感じているため、戦場では一切迷いなく敵を殲滅することが可能です。次にソキウスシリーズです。
戦闘用コーディネーターの開発最終段階となったソキウス計画によって生み出されました。しかしプラントとの戦争勃発でコーディネーターが敵になったことと、モビルスーツのナチュラル用 OS が完成したことで、その存在意義を失い、軍の上層部によって処分されることになります。しかし精神制御が完璧だったことから、自分たちがナチュラルにできるためにできることはないのかと考え、自分たちの有用性を証明するため、軍から脱走するセブンソキウス、イレブンソキウスのような個体も現れました。そして軍から離れ村雲貝などと戦う中で、コーディネーターと戦うことが必ずしもナチュラルのためになるわけではないこと。ナチュラルに害しているのは地球連合だと気づきます。しかしナチュラル相手に戦うことができないソキウスたちは、社会に溶け込み人々の意識に働きかけることで世界を変えていく道を選びました。これらのようにコーディネーターといっても、特に外伝作品では多様な人物が登場します。最初は人類の希望となるはずだったコーディネーターが人類のエゴを満たし、果ては軍に兵器として扱われ、世界に混沌をもたらす存在となったのは、何とも皮肉な印象を受けます。そして劇場版シードフリーダムではアコードが登場しました。ファウンデーションの女王アウラマハハイバルがコーディネーターを超える種として作り出した存在で、ブラックナイツは人の思考を読むことができるとされています。作中では連合の戦術核をブラックナイツが発射する様子が描かれており、小説版によるとこの時の発射コードは連合兵を脅し、思考を読み取って入手したことが明かされています。ただ思考を読み取ると言っても万能ではないようで、物語序盤ではキラの思考を読み取って闇落ちさせ、そこにはいないミケールの幻影を見せていましたが、それ以降は人を操る描写はありませんでした。キラに幻影を見せた際は、キラがクルーゼのことを思い返していることから、思考を読み取ることで人が抱える闇を見つけ出し、人が抱える悩みや苦しみといった負の部分を刺激することで専門状態を作り出しているように見えます。ラクスも序盤ではオルフェの中にキラを見出し、オルフェの言葉に流されていましたが、この時ラクスは愛するキラとうまくいっておらず、どうすればキラを戦争という苦しみから解放できるかという悩みを抱えていたので洗脳されていったと思われます。逆に物語後半でシンが心を読まれた際は、何も考えていないというよりは深い闇を乗り越えて透き通った心になっているので、何も読み取れないという受け取り方もできるのではないでしょうか。人が抱える闇や恐怖を刺激しなければならないことから万能の能力というわけではなさそうです。またラクスもアコードということが明かされましたが、ラクスはもともと洞察力が高い人物なので、アコードとは極限まで洞察力を高めた結果、人の思考を読むことができるようになった種と解釈できそうです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。